俳句チャンネル、俳句の鑑賞をしています。今日の一句は、ケイトウの影地に倒れ壁に立つ林哲。季語ケイトウ、秋。植物具象は風俳人の合言葉のようになっているが、この言葉を自分の作句心情として明言したのは私が最初である。これは哲先生の言葉です。沢木金一先生、細見綾子先生に支持され、風同人記事創刊主催、句集碑下にて第40回俳人協会賞を受賞しています。写生句に徹してこられた哲先生のケイトウの句は、鑑賞する余地さえないような写生そのものです。単純でいてとても心に残る俳句でしょう。ケイトウの花がすっくと立ち、その影がまっすぐに地に伸びています。秋の低い日差しに長い影は壁に至り、ケイトウの影の先端、花の部分は壁に映っている。影がくの字に折れている。そのような景色です。一句に含まれる動詞は一つに絞るのが基本です。ですが、この句のように、一つのことを並列的に言う場合は、動詞が二つになっても邪魔にはなりません。時間的に差があると、何が何して何とやらという説明になってしまってよくないのですが、何々して何々してというように同時に起こっていることは並列させても破綻しません。倒れと立つ、動詞を対比させて影の様子を表現しました。これがこの句の眼目でしょう。地に倒れ壁に立つ、これは一つのケイトウの影の写生であり、同時に起こっている様子を言葉を対比させて印象を強めています。このような景色はよく目にしますので、誰でも読めそうな俳句だと思えます。ですが、例えば影が地に伸びているとか、壁に至ったとか、壁のそばまで来たとか、あるいは影が壁に映ったとか、それだけでは面白くないので壁に揺れているとか、その壁は白かったとか、いずれもよくある描写で感動もありません。情報の取捨が変わればこれだけ陳腐になるという証でしょう。私はいつもこのような間違いを犯します。言わんとすることが絞りきれていない、あるいは表現力が至らないため本当に言いたいことが言えない、そもそも強い感動がないとも言えます。写生句には洗練された感性と語彙力がなければならないということでしょう。地に倒れ壁に立つ、これほど明快には言えないものです。秋の日差しに伸びたケイトウの影が地に伸びて壁に映った、これを地に倒れて壁に立ったと捉えた感性と表現力の勝利でしょう。皆さんはどのようにお読みになったでしょうか。今日の一句はケイトウの影地に倒れ壁に立つ林哲でした。それではご研究を。